あ、皆様いかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしでしょうか、そっからゼータブロストーク楽屋裏でございますけども、まあ正直俺らも今回のゲストわからん。正直、何も聞かされてない。マジでわからん。このシルエットこのシルエット見たことなくね。なんかこれライトニング意外さんなんじゃねえかなって思ってる正直。ガクトの日は第1回コアなとこついていくね。なんかじゃねえかなって思ってるけど、マジ誰なんだろう。説あるな。果たしてわからん。まあ、日本のスマブラプレイヤーっつってたけど、ねどういったところから持ってくるかっていうのはちょっと会話見当もつかない。これ YouTube でその英語字幕としても出るので、やっぱ海外の人もちょっと誰なのかみたいな、こうドキドキしてると思う。そうまあ、やっぱ英語のコメントも結構あるね。ないけど。まだないですねどうですか最近あなた。最近、いや花粉症やばい。まあズビズビいっちゃってる。ズビズビいってる。花粉症じゃないからちょっとあんま気持ちがわからんわ花粉症じゃない人類って俺サイヤ人だと思ってるわ。まだ貯めとこまだ2分しか経ってない。まだ2分しか経ってないですから。で今ちょっとまあカメラ、そのゲストの人のカメラをちょっともうこちら見えるんですけど、ニヤニヤしちゃってますね。もう今キャプテンマルコのポーズしちゃってますね。早く出たいと言わんばかりのなんちゅ俺ら2う顔してるんだ人しか見てないのに変顔してますね。なんちゅう顔してるんだ人今回特にわからない謎に満ちた。前回は正直さ、もうなんかね、そう誰だろうとみたいな言いつつも、まそうあちょっと分か当てるってたんだ。人いたんだけど、今回誰も当ててない。俺らもあんま話したことない人だからね、正直言うと。正直言うともう何聞けばいいんだろうっていう、ドキドキしちゃってる。そこ分からない。待たせてもあれなんで、聞きたいこといっぱいあるから、台本がちゃんとねこさえてきましたから。台本もちろんありますよと。ヒントくれヒント。もうこのシルエットしかないわヒント。俺らは分かんないんだから。これ人間か異形な可能性もある人間のシルエットかどうかもちょっと怪しいかなこれ。擬態している可能性がね。まさかの人間じゃないゲストを呼ぶ。もしかしたらそんなコンテンツがすごいメトロイドから来てくださいましたみたいな人かもしれない。やっぱワッチさん、うちにはワッチさんがいるからね。まあどんな言語も操るワッチさんが、翻訳してもろて翻訳してもらえるから。さていきますか。皆さんおはようございます。おはようございます。ゼータブロストークの、お時間でございます。今回ガクトの部屋ということで、日本国内選手を、いろいろ密着していこうかと。聞き役としては、同じくデータディビジョン所属の、T 選手が、また来てくださっております。よろしくお願いします。プロの相づちなとなっております。はい、プロの相づちをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回のゲスト発表いたしましょう。なんとこの人です。うわマジかシュートンさんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。シュートンさん。うっす。こんにちは。シュートンさん。はじめまして。山すかね、来てくださるなんて思いもよりませんでした。いえこちらこそ。なんか大会でよくお見かけしたんですけども、なかなか緊張して話しかけられる。話すのは初めてだよね、こうやって。そうですね。そうだよね。そうですね。一緒にアメリカ行きましたが。ね、今回、サンシスターの、サンシスター所属の、ホムラ光オリマ使い、サンシスターシュートンに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。シュートンさんなんですけど、とりあえずちょっと、この人誰っていう人もいるかもしれないんで、簡単な自己紹介、所属チーム、年齢とか使ってるキャラとか、簡易的によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なるほど。所属はサンシスターで、年齢は26です。26歳なんですね。おっさんだと思いました。いえ、もう26歳。一番年長者ですから。確かに、この中で一番年長か、俺が。そうですね。24、25、26。あの頃の集合はもう、元振動です。元振動枠。そんな悲しいことは言わないでほしい。スマブラ X。そう出身は福岡で、メインがホムヒカとオリマ。順番逆ではもうホムヒカがもう最近は前なんですね。今回のキービジュアルでもね、今回のキービジュアルでもこれなんかホムヒカになってますけど、なんかオリマーだと生えないなと思って、生えない見栄えが悪いなと。そうかね。やっぱそのピクミンもね発売するじゃないですか。正直今ホムヒカよりホットなキャラクターなわけじゃないですか。かっこいいと思いますよ。かっこよさはホムヒカより上だと思う。かがり火に10人もいるから。
まあ、多いね、あのキャラクターは。すげえすごい。そんないるんだ。激アツのキャラではあるかもしれないが。あれですよ、そんなに多いっていうことは、その第一人者が増やしたっていう。なるほどそうですねあるんじゃないですかそうではございますので、まあ、あなた様のおかげかなとは思いますけれども。はい。まあ、本当だよそんなね、シュートン選手なんですけれども、今回は、シュートンさんを一緒に掘り下げていきましょうという、ガクトの部屋のコーナーでございます。正直、シュートのこと何も知らないから。ちょっと待って待って、その前に、なんで俺がゲストなの？な第一んでなんでなんそこが俺、でいや、みんなそこ気になるでしょ。おい、気になってるでしょ。なんで俺がゲストなのか。そこまで掘り下げますうん。そうでそうなんで俺なんだよ。本当のことを言いますじゃあぶっちゃけた話。まず嘘つけないから。まあやっぱそのガクトの部屋初回じゃん。これは第1回目。で、一番最初に癖のある人、もうすごい暴走しちゃう人呼ぶとそのイメージがついちゃって、この番組の方向性がもうね、がっちりそこで固まってしまうと。いや、じゃあ誰を呼ぶかって話になったんですよ。こういうのってシュートンさんしかいないよなっていう。便利屋俺。いや便利屋とかじゃないんだけど、なんかこの人ならうまくやってくれるだろうと。やっぱ業界内でね、あなた一定の評価得てんのよ。あざっす。そうこの人なら沖のシュートンってやっ言われてるからてくれると。沖のそれはなんかどうなんだ。言われたくねえな。まあ今回はね、期待してる。すごい初回だから。なのでね、まあ、今回の第1回のこのガクトの部屋で結構あさっての方向行っちゃうとすごいことになるんで、そうよろしくお願いしますよ、うい。本日。まあまだ内なるシュートンが暴そうだよれるかもしれない。俺が大暴れまだわかんないすればね、まあ、前提が崩れるから。まあただ今回は腹割って話してほしいから、まあ正直そう暴嘘つけないでほしい走してもいい。なるほどね。うんまあということでね、そんなシュートン選手を掘り下げていくんですけど、じゃあまず最初第一のトークいきますか。OK ですまあお互いの馴れ初めと言いますか、はい。どこで出会ったかみたいな。まず最初もちろん覚えてますよね。いつ俺らのことを認識し始めたというか。これもう正直でいいんでしょ？いいよはいどうぞ。ガクトからいくか。あ、 OK どうぞ。おなんか覚えてない。覚えてない。俺は覚えてんだ。えただいや、まあ初めて話したところではないけど、親密になったところは覚えてんだ、俺。それ聞きたい。でや結構いつの間にかだったくない？まあいつの間にかだったけど、いやまあちょっと僕はあるんですよ、熱いトークが。もうこれは聞きたねい、結構配信で言ってんだけど、時は2019年フロストバイト、フロストバイト。はスマブラ SP あ、はいはい。フロストバイトの時ですスペシャルからなんだ。そうそうそう。あ、そうだよ。それはそう。まあそれまでなんかちょこちょこ大会であってこうオッスみたいな感じで話したけど、そこから始まったんだよ、俺とシュートンさんの熱い物語物語が。が。まあシュートンさんね、1個年上なわけ、僕の。うんもう敬語で話してたよ。あ、シュートンさんあれっすよねみたいな。うんたらっすよねみたいな話してたら、急に言ってきたな。ガクトさん、敬語禁止。で、俺そこでね、キュンってなった。敬語禁止カメラ消そうかな、今から俺。なんでだよ。キモいキモいキモい。違う違う、言ったんだよ、マジで。捏造。いやマジで。いや、俺本当に少女漫画かなって思ったもん。行ったの会場、俺そんなのクロストバイトの会場で。俺、でも、はいガクトだからじゃないと思う、それ。そう。うん誰でも言ってんだ。至る人に敬語禁止言ってる気がする、俺。え俺、この前メンバーとキャンプ行った時も言ったわ、敬語するなっつって。俺だけじゃねえの？もうマジかよもうなんか最悪、もうなんかやめたい、もう本当。俺だけに言ってくれるもんかと思ってた。違うよ。いや、俺単純に敬語あんま好きじゃないんだよな、使われるの。で使うのはいいんだけど、俺、スマブラ X の頃からやってて、若かった側なのよね、その時。うん。だから、使われる側じゃなかったのよ、なるほど。敬語。なるほどね。で、部活とかもやってなかったから、はい敬語使われる側に全然なんか違和感しかなくて、タメ語の方が好きだった、普通に。はあ、こいつ。でも俺はそっからどんどん距離が近くなったよ、シュートンさんと。そのコンタクトから二人の物語がそこから始まったんだけど、そっから始まったんだよ。俺にとっては重要なワンシーンだったんだ、そこが。シュートンはみんなに言ってたのかよ。なんだよ。なんだよちょっと見る目変わるな、次から。じゃあ次から敬語これ。次からちょっと距離はあるかもしれん。ちょっと敬語一使えよ泊敬語使えよ空間早が。使えよあすませんした。すいませんでした。まあ、っていうね、まあまあ僕のエピソードはそこなんですけど、T とはどうなんだよ。確かに。俺覚えてる。 T はね、
スマホなのは覚えてる。そう、スマホ。スマホなんだけど、仲良くなった経緯を覚えてないし、なんで知り合ったかもよく覚えてないな。いや俺ね、どっちも覚えてると思う。何も覚えてないやん、俺。それが初めてかどうかわかんないけど、これきっかけだろうなっていうのがあって、スマホの当時、もうシュートンさんは有名なわけですよ、有名人。俺はまだ駆け出しの、ちょい無名ぐらい。オンラインで、なんか対戦する機会があったの。ツイッターとかで対戦しませんかって。覚えてない？お前がラグい時じゃないそれ。ラグい。めちゃめちゃラグい。ラグいけど、スマホはさ、あんまなかったじゃん。まあ、そうね、ゲームスピードも遅いから、ね。なんか普通にやってたんだけど、そこで30連敗した。マジかよ。そうだっけ30連敗した。なんかどっかで聞いた気がするな、でもそんな話。お前がやったんだよ。覚えてない。でも俺いつの間にかなんか T もツーミョンもフォローしてたからどこで知り合ったか分かんないんだよ。ツーミョンさんっていうね、俺のリア友がいてね。そう、なぜかそこともう絡んでたから。なんかあったんですよ。マジかよ。で、壁が最初の壁が立ち上がらなかったの俺。スマブラをやる上で。こんなに壁だってことはないっつって。オリマンパックマン。オリマンパックマンで。マジか。で、シュートンもその頃言ってたの覚えてる。あの T さんと対戦できるんだみたいな。嬉しがってた。認識してんだ、お互い、そこで。嬉しいなって感じでやってボコられた、めちゃめちゃ。初めてそれで、なんか仲良くなったきっかけが、多分俺の中であって、スマホの時の、スマバトフォーザビッグハウス。俺だ、俺それは覚えてる。それは覚えてる。2日開催のあれか。2日開催の、当時めちゃめちゃ大型大会。あれで初めて大会で対戦したよね、確か。大会で当たってから、もう、当たったんだ。当たった。仲良くなった。そう、ベスト8の位置で当たって、そう。そこから始まった、俺たち。ベオネッタ使ってきたよね。はい、すいませんでした。お前、マジか。すいませんでした。パックマン倒したらベオネッタ出してきた。違う、その頃俺赤さちゃんと倒してるから、そのベオネッタで。自信はあったんだよ。はい。そこで、大会当たってから、なんかあるじゃん、スマブラって、その大会で当たったら仲良くなるみたいな。あるね。あの時当たったよね。我々も例に漏れず、大会で当たってから、こいつめっちゃおもろいやんっつって、なった記憶がある。距離詰まったんだ。そう。そう、スマバトは覚えてる、俺も。マジか。その前に俺30連敗してるから。覚えてなかった、ガチ。マジで勝てる気しなかった。俺強いな、昔。強えよ。お前全然覚えとらんやんけ、俺たちは覚えてんのに。俺たちは覚えてんのに、やっぱ衝撃的だったのに。ごめん。お前みんなにそれやってんかよ。いや、別にみんなに敬語使いは言ってるけど、30連勝もしてないな、みんなに。連勝してるんだろ、覚えてないだけで。してない。覚えられないのはよくあるけど、言われてもそうだっけってなってる今。俺だってツイッターの名前変えたもん。T@30連敗って。弱っ。絶望したもん。ファーストコンタクトがそこで、なんかお互いの印象だよね。そこでこいつってこういうやつなんだっていうのを、どういう印象でした？覚えてないね。こいつマジで覚えて、じゃあ作れ、今から作れ。今から捏造しろ、捏造。物語作れ。無じゃん、もう。だって俺初めて会った時覚えてないんだから。もう空っぽじゃん、もうすべて。でも過去にとらわれない。いや、なんかいい聞こえしやがってよ。名言。でも T は覚えてるよ。なんで覚えてんだよ、そっちは。テンパ。もう外見かよ。ガキとストレートで俺テンパなだけやん。そう。髪型で覚えてたの。テンパだと思って。ひでえ覚え方。強えテンパだから印象はあるよ。ある。あんなひねくれてるテンパもなかなか見ないから。見たことなかった。いや、俺はシュートンさんの印象でチャラいなって思ったもん。俺が？いやつうか軽いからさ、ひょうひょうとしてるから、俺だよ、俺だぜみたいな。俺そんなんじゃないだろ別に。いやマジでそういう感じだからさ、なんか全然ペコペコもしねえし、なんかあれっすよねみたいな感じじゃないし、いや俺だけど、ガクトさん俺だぜみたいな感じだからなんかチャレーなってちょっと最初思ったわ。マジか。そういう感じなんだっていう、九州人って感じなのかなこれがって。ガクトがいいんだだけじゃない、それ。いやそうか。それ視点が変わるとみたいな感じじゃないの。ガクトでもなんかあんま喋んねえなと思ったな最初。そうそうね。
なんか配信の時喋りすぎだなとは思う。いや配信とは喋るけど、そりゃ最初まだね、普段まだ喋んなすぎだろうとは思う。わかんないもん、あなたのこと俺そのフロストバイト2019でガクトと一緒のホテルだったから懐かしいわ。あ確かにそうなんだっけ。そうだわマジで喋んねえなって思ったもん。喋んないよね。いや違う、喋ってたなんかよ。ついてくるなと思って。いや喋ってたじゃんか普通に。喋ってた記憶ないけどそんな。普通にお前と一緒にハンバーガーとか食ってたじゃねえかよ。いや喋って食ってる途中全然喋んないからなんか。食ってる途中は喋んねえだろ。いや食い終わっても喋んねえじゃん。そんなことはなかった。俺結構喋ってたんだけどな。一人大好きじゃん。まあいやまあ俺もその静かなの好きだから居心地よかったけど。まあまあまあ、まあ今はこんな感じになってますけど。喋りすぎだね、今は。今喋りすぎだな。そうか。じゃあ印象も無とまシェードさんはあ、なんか俺らの昔の話無理だわ、俺。多分向いてない。向いてない。でも俺印象なんか俺に似てるなって思ったけどな。マジでバカってこと？そう。全然同じタイプの人間がいるぞ。正反対だと思ってるけど性格。接してみたら意外と違うところはあるけど根底は一緒。まあ、そうどういう根底ってどういうバカってそうだね。バカ。そんなやつ便利な言葉ななんだよバカって。なんかスマブラバカだのねえ元気バカだのそういう感じで全てに当てはまる。スマブラバカスマブラバカそうだよね。まあそうだね。全然俺はそういうイメージないけどな。そう。なんか割と何も考えてないみたいな、なんかスマブラのことしか考えてないみたいに言われてるけど、意外と話したら奥までなんか考えてない。何も考えてないよりじゃね俺は。そうなんか出してね、言葉にしていないだけでなんかああまあわかる気がするな。じゃあ意見言うてみみたいな言ったら、まあなんだかんだ意見は言うみたいな感じで。いや、そ俺はの時に考えてるかもしれない。俺は中身ないけどどシュートもあるみたいな感じ。即興で考えてるだけかもしれん。その場で生きとるじゃん。人生その場しのぎ。ほらコメントでも来てるよ。配信見る感じ資料深いなとは思うって。どういうことそれ？ちょっと知的なところやっぱ出てんじゃない？実は隠しきれない。その場で資料深いって相当才能がある。確かにそれはそれで。その場で考えつかんでしょ。考えとかは分からん。分からんってバカになっちゃった急に。急にいつもこうだから俺。いやシュートンも気づかないうちなるシュートンがあるんだよ。マジか。無意識のうちに。まあでもそれを意識してないってことはもしかしたらもうねやっぱバカなのかもしれん。そうだよ。言葉選びしっかりしてるなとは思うとかねありますけど、やっぱり本当？なんかそんな爆弾発言とか確かに言わないよね。いや、スマブラ X の頃からネット触ってるから、そこでネット慣れはしてるねリテラシーがなるほどね。これ言っちゃいけないんだろうみたいな。マジでも俺もそんなぐらいからやってるけどね、我々二人はでも別に爆弾発言しないでしょ。リスナー視聴者からのシュートンさんの印象を今ちらほら見てるけど、いかなる時も平常心とか課題評価あんま波がないってことなのかな。そうかな。あんま劇場型とかではないでしょ。まあまあ確かにシュートンさんが怒ったところが見たことはない。まあそんなに怒んないかな。ネット慣れっちゅうやつなんだろうな。だと思うよ。まあ、ネット内とかだってリアルでもそんな怒ったこと見たことないもん。確かに。いや俺を怒らせるの相当だと思うけどな。いやなんか人間さちょっとムッとすることとかあるじゃん。なんか、まあ、やっぱ誰しもスマブラプレイヤーとか見てるとちょっとこの人ムッとしてんなとかあるけど、シュートさんに関してはムッとしてるとこもあんま見たことがないっていう。いやでも俺ね一個言っていい？はい。俺シュートマジ怒り方下手くそなんだよね。俺怒り方が下手。見たことあるけど。何に怒ってる時それ？いやもうあれ言えないけど。まあ某怒ってる瞬間があるのね。俺ネットリテラシーちょっと高いって言われてるから言えないけど。これで怒んの終わりみたいな。後で聞くわそれ。俺だったらもっと言うけどなと思って。もっとリチェジ言うところもうスパッとショートで終わらすみたいなそういう感じなのね。いやショートじゃなくてマジで下手くそ。怒るの下手ってな。どういう怒り方だから怒り慣れてないんだなっていう。いやお前それはないわみたいなで終わりみたいな、そういうこと？で本人に多分言ってないけどなと思って。怒ってるその本人に届いてないよなと思って。そういうなるほど。そういう
そういう、そういう。伝えてないっていうことを今俺は怒ってますよっていうことをそうそう。まはああ、怒ったことないんだなっていう、優しいね。まあなんか優しいってイメージ適当だよねイメージ通りではあるな怒ってますよって伝えるのが下手な印象はあるかもしれないそう、あるし、その通りだと思う。これどう反応したらいいか分かんねえな俺は。まあまあでもいいんじ自ゃない覚してほしい、もまあうそういう人間だっていうことをまあ認めざるを得ないのか。俺はそういう人間なのかもしれない。深掘り、シュートも知らないシュートも深掘りしていく。実はこういう人間なんだっていう今回はそういうタイムですからなるほど。そういうね、ガクトの部屋ですから。これから自己アピールするときに言おうか。じゃ怒るの下手ですあって怒るのが下手です。怒らせないでください。長所は怒るのが下手です。まあ、長所は短所って言うからな。短所も長所。そう。というね印象ですけど、まあお互いの印象はまあ大体分かったところで恒例のじゃあ一問一答言っとくでバシバシ一回してって最初イエスノーで答えてもろてまあ後から深掘りしていくか気になっていくあーなるほどねちょっとね、前回深掘りしちゃったから、前回ねマイスターとやった時テンはポよくいくそう今回翻訳があったから一問一答ちょっとできなかったんだけどそうそうそう。今回は一回本当の一問一答でちょっとやっていこうかじゃあ僕からまあ好きな食べ物エビ嫌いな食べ物はいっぱい。いっぱいいっぱいあ、確かに変色だもんな。おでんの大根、大根はいけんだじゃあスマブラ以外の趣味モンスト。あれはコナン。コナンよりは金田一だな。あ、なるほど。好きな選手。スマブラの。え、スマブラプレイヤー？そうはいえ、赤キクス。おおお、やばい、深掘りしたくなっちゃった。見た目が好きなファイタルキナかな。ーおじゃあ倒すのに自信があるファイター。こいつには負けねこいつには負けね。オリマおあーじゃあ対戦が苦手なファイタウルフ。え。名前の由来、教えてほしい。本名から。ー使ってるファイターの好きな点ホムヒカとオリマーで。まあじゃあホムヒカでで、キャラパワー高え。うん、マジホムヒカの弱いところ。好きだけど、フォア納得いくか。ワンステップ長すぎ。あああ、確かに。確かに、うんライバルは誰どうだろう。俺 T だと思ってるんだけど、あ T 俺がどう思ってるか分かんない。マジスマブラの目標や夢。いや、サミット行きたかったんだけど、サミットなくなっちゃったからう、ぐんぐぐぐ。うぐぐなんだよねぐぐ。ぐまあ、日本でも海外でも大型大会とか優勝かな。じゃあスマブラ始めたきっかけえ、ガチで始めたきっかけ？ガチでガチで簡潔にスマブラ X でオンラインが導入されて、で地元最強だったからオンラインでやってもどうせ勝てるっしょと思ったらボコボコにされてムカついてやり始めた。今注目してる選手。でも全然いいよ、考えて。この人は次来るだろうみたいな感じでしょ。レノさんじゃない？ベレットの。ベレットのうん。今日の朝何食べたえ、何食べた俺？全部忘れてるなんか忘れた。なんか過去のことは聞いちゃいけねダメじゃあ次の質問もダメこれ。えこれいやまあ一回やってみるか昨日の晩ご飯教えて。あ、そう、カニ鍋から柿の葉寿司あれだもらってお食べた。寿司。柿の葉寿司。一昨日の晩ご飯おととい？あ、つぼつぼと混ぜそば食べた。最近やったスマブラ以外のゲームで面白かったの。スマブラ以ポケモンと外のゲームかやってたじゃん。ポあ、それ最近に含まれるか。ケモンよりもあった？いや、全部探してる今。探してる。太鼓とかもやってるじゃん。古畑任三郎みたいなの知ってるよいや、もう太鼓の達人だ、これは。太鼓か。タイタツあれね、あれなる。ほどねうん。今アマゾン欲しいものリストに入れるならない。ない。ない無欲しいも欲んない。無欲。じゃあ髪の毛の色変えるとしたら何色？目立たない程度の茶色。おー茶色。茶髪。茶髪がいいうんということですね。なるほどねまあっていうね一問一答簡潔に掘り下げましたけどおもろいな、これ。まあこっからね気になっていそうるところを今から掘り下げちゃいますよ気になっても全部気になるけどね。まあねまずいやちょっと嫌いな食べ物マジ何おでんの大根もってもっとあるでしょ。もっとあるよ。大根は食えんの大根はおろしなら食える。おろしかおろしなら。なんでおでんは嫌なのうまいじゃん一番うまいじゃんというかでかすぎる。なんか俺、でかでかいさ、塊の大根超嫌いなんで無理。
いやあれは箸で2つにさほろっとこう割れるじゃないの。いや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 無理無理いや無理。いや味とかじゃないの、でかすぎっていういや味も無理だね。なんか給食でさ味もぶり大根とかあるじゃん。その大根もなんか四角じゃん。ちょっと四角っていうかまあでかいじゃんまあでかいけどもう超嫌い。無理。あマジな薄切りとかおろしになってないと食えない。ああそのまあまあ味がダイレクトに来るからね、でかいと。まあでもあといっぱいあるって言ってたけど一番嫌いなのはおでんなの？一番嫌いなのは候補はね、ナスかかぼちゃか大根か魚の皮かなんか野菜全般、魚の皮。なんかそのなんか土から生えてる系が苦手なの？そういうわけじゃないけど、スイカいける？スイカ。スイカはいける。さつまいもは？さつまいもは好きじゃないね。ああれじゃあやっぱ土がな土が苦手なんじゃないか。ウリが嫌いなのか。ああ、そうなのかな。ウリ系。あと漬物とか辛いものも無理。辛いのは俺も無理だけど。まあなんかわさびとかそう辛いのやっつってたな。あ、トマト嫌いだよね。トマト嫌い。なんか怖い、もう嫌いなもん多すぎる。こんな嫌いなもん多すぎるやつ初めて見た。めっちゃ多いよ俺多普通分。1個か2個なのまあに、めっちゃ多いなって思うもん。言えば言うだけ出てくるじゃん。うんそうね。え人参いける？人参。人参いける。あ、人参いけんの？うん人参美味しい美味しい。マジか人参嫌いがちだけどな、そういう美味野しいよ。菜とかで。ピーマンは？美味しい好き。マジ？うん本当に変色。いやもうこれ語らせたら無限に出てくるわ。無限にこれで1時間経った嫌いな食べ物は。はい結構そうだね。あ、でも対戦が苦手なファイターウルフはままあわかるでしょ。あわかる。いやでも俺はもっとあなたが恐怖してるキャラ知ってるよ。何？毎回言うやん、リドリリドリーは本当にそうね。でもー。リドリリドリーーなんかまあ負けたことないけど、なんか単純に強すぎないかあのキャラ恐怖。してるって。わかるわかる。最近ね、なんか意外とリドリー使いなんかいたりするしね、大会に。そうなんかマジでやだ上がって。くるようになっちゃってるよね。本当にやだ我々としてはちょっと苦渋な思いを。うん。であれはウルフの方が多いからね単純に。あ、まあ確かに。いや俺うん？ガノンドルフはビジネス？ビジネスじゃないよ別に。ビジネスじゃないの？本当に苦手だよ。いやオフでねやる機会がなさすぎて、まあまあ確かに確かに。なんか俺がオンラインのガノンに負けてるのかガノンそのものに負けてるのかがまだ分かってない。ああ、なるほどね。うん。割とみんなそうだね。そう分かんないんだよね本当に。まあそり当たんないもんねゃそりゃそう。そうあんまい当たんない。うんガノンとリドリーは同じくらい？いや。リドリーのが嫌だね。あ、そあ、リドリーなんだ。う。なるほど次の動画決ね。まったね。最悪マジで。本当にリドリーが嫌ですっていう。赤キクさん好きなんだっていう。あああ勇者の試合面白くないめちゃめちゃ。ああ、試合が面白いから。試合が面白いのもあるけどかっこいいな。あと赤キクスさんは。ああ、そうだよね。うんめちゃめちゃイケメンやん。あ顔がってこと？顔？うんあ、プレイがイケメンとかじゃなく。顔。まあ結構濃い顔立ちしてますからね。わかるわかる。憧れる顔してない？わかるわかる理想なの、シュートンさんの。シュートの理想は赤キクさん。あれがそう行き着く顔なの。そうマジでかっこいい。そうだ。顔もかっこいいし、勇者もかっこいいし、試合もおもろい。最高そうだねなんか全部完璧なんだよね俺の中で。な最高だねんでうんこうなったらいいなみたいな理想が赤木さんなんだ。そうそう、あんまり赤木さんの顔について注目しなかったからな、俺。あんまりなんか顔について言うと失礼になるかもしれんけど、いや、まあかっこいい顔立ちしてる、ね。過去褒めてるから、うん、そう。結構目もね、パッチクリしててね。そうわかるわかる。自分で勇者を使ってみたりとかしないの？いやするよ。するんだ。うん赤キクスカラー使ってる。使うとしてああ、ドラクエ4だっけ？そうそう。まあ、海外行く選手とか、うんなんかこう勇者本格的にやろうみたいなことあんまり起きんじゃん、言語的な問題で。それは本当そうだね。そうちょっとこうストッパーかかるよね。そうミーヤの勇者とかもね好きなんだけど、海外あ考慮してるとなんか使い込みづらいなみたいなのを見てると悲しい感じになる。マジで壁だ、悲しいねそれが。うんわかりますか？浅木さんの顔にこんな言及されると思う。あ。そう、なんか、申し訳ないちょっと。食べるバイキルとかどうのこうのでもない。そういうのではない。じゃあこれいくか、なるほどねライバルは誰？ T とかおっしゃいましたけど。俺はそう思ってんだけど、なんだと思ったの逆に。いや、まあ結構他にもいるじゃん。その、
海外選手だったりとか。あおー剣か T じゃない？俺の中ではそうなんだよね。まあ一番当たってる。一番当たってるのもあるし、大会行ったらよく当たるって結構上の方まで一緒にうん勝ち進んでるみたいなもんだから、ああ、まあ、なるほどね。確かに。こいつらには負けねえと。負けるね。まあ、負けたくはねえとは思ってるけど、いつも。 T はない思ってらっしゃるライバルいいは、認定されてますけど。やっぱシュートン選手っていう人が、やっぱ、ライバルだなと思っていて。おこれは後出し情報で言っただけいや、の俺ずっ説もある。と言ってる。あ、そう。本当？多分コメント欄も、ああ、知ってるみたいな、なると思う。本ほう当。ほうほうあのシュートン選手がやっぱライバルかなと思って。あ、じゃあもうお互い今つながってる、エンゲージしてるってことエンゲージして両者公認ということで。で、俺としてはやっぱさ、最初30連敗から始まってるからね。うんそうらしいね。らし知らないいねじゃないんだよ。知らないエピソードなんだよ。やっぱこの人に勝ちてえみたいなところは正直ある。シュートも思ってたんだっていうのはあるけまあど、俺も思ってるよ。俺倒すやん。でも俺より海外成績とかさ、圧倒的にいいから。いや、お互い俺もなんで思うところはあるわけでシュートの方が強い、なんか俺の方が上なんだよなみたいな、違う違う。なってたんだけど。まあ両者公認ってことでね、今カップル成立したから、やめてほしい、そういうライ言い方。バルカップル。まあ無難にスマブラ始めたきっかけでも聞きますか。ああ、小学5年生で、まあ、地元最強ね。みんなもそうでしょ。まあ俺もまあそうね、オンラインつないで負けるみたいな王道友パターン達には負けなかったけど、そうオンラインでお気楽乱闘で揉まれたね。最初はなんか、掲示板フレンドコード登録所みたいなところで、フレンドコード登録して対戦しましょうみたいな感じで対戦したんだけど、マジでボッコボコにされて、学校のあいつらに全く負けねえのに、なんで俺こいつに負けなきゃいけねえんだと思って。あるね。それからああ、そういう系。と意味がわからんと思って、俺の方がうめえはずなのに意味わかんねえよと思ってそっからちょっと動画とかいろいろ、なんか大会の動画とか見て動き見たりとかいろいろやってたね。その頃から選手やん。そう、まあそこで今があると。うん、意まあでも味わからんと思った。中学生の時とかはあれオフ大会には出てない出てない。高校生ぐらいの時からだよね。高校からだね。 3DS からじゃなかった。あ、そう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 。あ、そうなの。初めてのオフ大会が 3DS の発売日の翌日の大会。あすげえ、そんなんあるんだ。それがあるある。福岡でやったやつ。それが福岡でやって、なんかシュルクとか使ってた、その時。へえシュルクかっけえと思ってシュルク使って出た。あ、そうか。X に出てないのか、大会。出てない、一回も。 3DS の時って高校生？高校生だね。そう。高 3？ そう。受験の時や。うん受験の時結構最悪のタイミングで出たんだよね。だってあれ9月とかでしょ、出たの。そう。ダそうだねメ、だからやばいじゃん。もう Wii U とか12月とかだよ。あもうマジで終わってる。やばいね。マジか。でも大学行ったでしょ。大学は行ったけど、すごい。最悪の年の発売や。そんないいとこ行ってないから。Wii を発売してからやってた、普通に。やってた、普通に。あ、並行して。 12月からちゃんと。無理だと思った。抗うのは無理だと。勉強中にちらつくのは間違いないと思って無理だった。マジだよね。もう俺もまあ受験期の時、スマブラやってたもん、普通に。そうだね。まあ今に至るからよしとする、それは。まあそうね。こっちの方が、うん。良かった。そういい選択だった。あと俺、なんだ今日の朝ごはん思い出してほしいわ。なんかお湯入れたらできるカップスープみたいなやつ。ああ。なんかあーOL みたいなの食ってんじゃねえかよ。じっくりコトコトみたいなやつ。別にそんな時間がないわけじゃないでしょ。まあ時間ないわけじゃないけど、カニ鍋いたから普通にそれ食いながら対戦してた。あ、それ時間ないな。なんかない、忙しい。カニ鍋のせい。なるほそれはどねストイックやね、それ。ストイックにスマブラに打ち込んでいらっしゃると。じゃあ週にやりましょうよとか言ってそんな飯食ってる喋り方なんだ途中に、そう、飯食ってる途中に誘ってくるから。よっしゃーよって言われたらもうやるか。そうはあ、そのせいでアスリートやね忘れていたとそこはそう、忘れてた。スマブラに持ってかれたんだ。記憶。うん飯ってさ、普段うんなんか気にしたりしてんの？あんまり食うと眠くなるからちあょっと抑えとくかみたいな。あ、大会の時とかあ、大会の時は普段とかまあそんな食わないね。
なんか普段ね、野球選手みたいな感じのああいうストイックなことしてんの？そんなんはしてないけど、まあ、サラダは結構意識してるな。確かに俺もなんか一人暮らし始めたからサラダ注文するようになっちゃった。なるよね。なんか大人になったんだなって思っちゃう。なんか意識しないと取れなくない？逆にこれ。そうね。アメリカとか特にね。そう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 。なんならないけど。高いしな。そうないね。まあ健康的ならばいい。健康的ならば。なんか好き嫌いが多い週にもサラダ食ってると。そう、まあ食生活はボロボロだから。あ、サラダ好きなん？好き。好き好き好き。めっちゃ好き。トマト入ってたら嫌い。トマト入りがちじゃない？だから選ばない、そういうのは。なんだよ。うん結構ヘルシーな生活なのに。ヘルシーかどうかわかんないけど。まあ野菜は取るようにしてるって感じか。そうそうそう。髪の色変えるとしたらで茶髪とか言ったけど、もっとなんかねえの青とか。俺あんま目立ちたくないんだよな。金髪どう？金髪。誰かの視線を感じそうじゃない？金髪で歩いてたら。髪色が目立つと、こいつなんか横通った人にこいつ俺の髪の色見てんなとか思いそうで嫌なんだよな。よくない別に。見られたくない俺。髪染めたことある？ない。まあないか。そんなこと言うならば。まあ俺もない。なんか大学生の時とか、まあなんかね、染めてたね。赤とか。色気づいて変えようとするじゃん。大学生の時。お前らだってあったろ？いやしたかったの？大学生の時に絶対染めたら絶対大学デビュー失敗したオタクになるなと思ってやめた。めちゃくちゃ周り気にするやんけ。髪の毛に関して。怖い。まあ周り気にするならなんか向いてないかもね。そう目立ちたくない。あんまり目立ちたくない俺本当に。髪染める人って俺も染めたことないから分かんないけどどうなんですか？やっぱねテンション上がるよ。髪の色変わると。本当？アニメキャラみたいじゃんってなるから。いやまあそうだけど目立つじゃん絶対。いや目立つけどさ、でもそんな目立ちたくないと髪の色変えたいわ。あわんわそりゃ。街歩いてたらツイートされそうじゃない？そんな治安悪い街ではない東京は。赤髪のガクトいて草言われそうじゃん。何草生やしてんだってなる。草生やしてんだよ。そうなりそうじゃない？黒髪でも草生やされるけどよくね。シュートン黒髪で草って。そうそうマジかよ。いやそれは嘘だけど。僕たちはね別にサラリーマンじゃないわけですから。今染め放題なわけよ。自由なのは確かにそう他の人からしたら羨ましがられるかもしれんな。まあ正直待ってます、染めんの。もうそうワッチさんの髪の毛の色とかね。まあ確かに緑とか。ワッチさんは逆に目立つから助かってるけどねこっちから。あなるほど。いたわっていう。まあ確かにワッチさん探しやすいわ。そう企業様のイメージとかないのってまあ別にねチーム染めちゃダメとかないわけでしょ。そんなんないでしょ。ないでしょ、今からドラッグストア行って買ってきてもいいんだぜ。自分でやるんだ。人生その場しのぎみたいなことさっき言ったけど現状維持めっちゃ好きなんだよ。何かを変えるのめちゃめちゃ苦手なんだよな。環境の変化苦手系はまあ俺も確かにそうかも。そう結構な変化じゃない？髪の色変えるって。まあ確かに勇気はいる。踏ん切りはいるよね。何かがあった時しか染めんな。染めなくてもいいからパーマしてくれって。パーマテンパになる今から。テンパにはなる。俺ぐらいくるくるする。あれ、どんぐらい巻いたらなるんだろうな。めちゃくちゃ30分ぐらい巻かないと無理だあれ。作れんのあれって。分からんない。パンチパーママジしなきゃ無理だあれ。まあということでね、一問一答まあいい感じに掘り下げましたけれども。おもろいね。これもっと質問用意すべきだったな。確かになんか少なかったかも。逆に一回ここでやっちゃうか。あなたがそういう僕らに聞きたいことある？じゃあテンパーマンに勝てます？もうすごいなんかピタッとしたこうふわっとしたじゃなくて確かに詳細なこと聞いたね。いや気になる。青ガインに勝てるとかじゃない。ガクさんどうなんですか？で自信は？まあそのねみんな、まあ、正直ガオガエンはねあれだからキャラ的にはさまあいけるって感じじゃんみんな。キャラ的にはキャラ的に無理だと思う。キャラ的に無理だったら最強キャラなのよガオガエンは。キャラ的に俺パックマンもカズヤ無理だよ。そうだよね、無理なのかよ。いや俺詳細に語れる。そうなの？テンパーマンに勝てない理由3選みたいな。いや俺だからスカイジェイトやってっから。そっか。
ダブルダウンの予選でスカイジャイいて、パックマンまずボコられてます。まず普通に負けた。でその後カズヤ出して、まあ、勝ったんだけど、うん。俺テンパーマンにカズヤで負けてます。あ、お終わりだね。動画出てます。じゃあもうどっちもやばいじゃん。つまり、勝てません。なるほど。つまりやっぱ、仲間だね。戦ったことないからな、俺、テンパーマンさんと。マジやってみてほしい。ガチで強いよ。マジで、ちょっと楽しみだ。いやよくガオガインに負けたのをバカにしてくる人がいるから、はいなんか本当に楽しみかこういうしておきたかった。でもガオガエンにはでも負けうるよ、そういう、結構、何が起こるかわからないキャラクターだから。恐ろしい。あっちゅう間にだってカズヤの火力ひっくり返してくるから。うん関係ないよね、本当に。関係ないよ。まあ、しかも結構いるからな。やっぱ海外とか多いし、ね、うん昨日のスマパでもガオガエン暴れてた。昨日のスマパって誰のガオガエンが暴れてた？誰ガオガイン？あ、変かな。結構勝ってた、しかも。マジか。最悪や、マジで。最悪だな。まあ確かにポケットに据えてたらちょっと怖いキャラクターではある。ツボツボが戦ったんだ。グロかったらしい。マジか。かわいそうそうね。この前の前スマとかも源三郎さんとかね、いたからね。あ、そう。あれ見ててもう心が苦しかった俺。うん無理やんって。まあ正直、ガオガエンの波は来てます。なってた。俺らあれ一緒に見てたよね。見てた見てた。叫んでたよね、本当に。叫んでた。キーって言ってた。なんか、ポケスタの、なんか、ベロリンガみたいになってた。そう、ね。ガオガインと当たったら終わり。終わり。まあじゃあ勝率、まあ、何パーぐらいにしとくか。設定55ぐらいにしとくわ。じゃあ置いたね。置いた。ただ楽しみ50%だにするとちょっと負けた気がするので5%持っといた。そうね。うん。いや、マジでなるほど楽しみにしておく。まさかそんなねうがった質問が来るとは思わなかった。その質問だけでいいの本当に。普段話してるから、あんまりなんか、今更聞こうみたいなのが。確かにね。いやでもねあんまり思いつかないねこういう場でしか聞けないようなこと結構あると思わない。好きな食べ物何だったり。好きなったまあ確かにわざわざ聞かんな。聞いておきますか。今後、この番組に出る人がもう二度と聞かれないように。俺が先に潰しておく。好きな食べ物は何でしょ湯豆腐です。う？何それ？何それではないだろう。豆腐。豆腐茹でたやつ。あれ分かった。26全然年間わかんない。26年間生きてたら湯豆腐の名前ぐら豆い腐茹でたことない。見るだろう。食った記憶がない。あるだろう。今普通から生きてたら Google で検索する。湯豆腐ぐらい漢字でわかるだろ。食うたらいや冷ややっことかなんかそれのなんかあったかいやつああ、鍋に入ってるやつこれ。鍋に入ってるやつあ、これって湯豆腐なんだ。湯豆腐だよ。湯の確かに豆腐で湯豆腐が湯豆腐一番好きは尖ってない。いやうまいうまいもん。いやだからなんかこういう質問さ許すなんか空気読まないとダメなんだもん。基本人間さ好きな食べ物って言うとさ寿司か焼肉って言うじゃん。でも、そう言うと怒るじゃんみんな。いや普通に食える範囲で怒んないなみたいな。よ別に。怒んねえよ。じゃあ寿司かやっぱそう焼肉だよだよね。偏見だよ、それは。お前それ怒られてきたのかもしかして。そう怒られたんだよ。それを抜きで誰だそいつは。日常的に食べれるもので好きなものって言ったら俺は湯豆腐になっちゃうよ。じゃあ、鍋の豆腐好きなんだ、めっちゃ。でまあ好きですね。めっちゃ食べますもん。俺は鍋そのものなんだけど、うん。ミルフィーユ鍋が一番好き。いいや食ったことねえな。白わかるよ、菜とわかる。や豚肉をね。白菜と豚肉だけのうん、そうそうそう。鍋。あれが一番うめえ結局。まあ理論値。まあうまい鍋の理論値まあれ。でもそれあれ以外いらない寿司焼肉よりうまいのっていう話いやではマジで好き。これって味付けないの？味付けある。味付けなんか適当に塩コショウでパパパッ寺出しとか？まあそうね。まあうまいね。米が一番進む。まあバグバグいけちゃうね。そう。やっぱなんだろう、白米が進むんだよが俺好きなのかな。じゃあ。あなるほどね。なるほどね。あ意外とそうだよな庶民的なものを2選チョイス。庶民なのミルフィーユって。ミルフィーでもユミルフィーユ安くはある簡単だもん。あ、そうなんだ。簡単だし安すくはある。ぐ作れるもん。はい。僕らの好みでした。なるほどね。まあ出した鍋系ね。あとは、そうだな。なんかねえかな。しめしめって感じだな。あ、ガクト。じゃあサブキャラどうなったの？カムイ最初ペコペコやってたけど100戦やって1600だった。足りないんじゃなでい？ベレとなんかおもろいから使うかってやったら100戦やって1700いったからベレトの方が適正やった。で、ベレットは？でベレトいやでもサブっつうかなんか遊びで使ってるぐらいだけどね。あ、おもちゃ。あの結局大会では無理か。
まだこの前なんかフリー対戦会行ってエイムさんと当たったなんか対戦してて、うん一回ちょっとベルト使っていって調子こいてベルト使ったら普通に煮立てされたからね、もうこれダメだなって思ったいやいや、そこで諦めちゃダメじゃない。そこで諦めるからダメなんだ。いや、普通最初勝てないだろ。いやそうそうそういや普通におもろくないなって思っちゃった。いや、やば普通なんだよ、最初は。全然おもろくなかったもん、そう思っちゃうと多分単キャラだね、ずっと。マジかよいや、だってプロトバンハムさんも言ってましたからね、最初メンメン勝てなかったって。うんなんかおもろくないが先に来ちゃうんだよな、ああいうのって。まあ、あれだ負ね、けたじゃあ、らおもろくない勝ち負けより、動かしてって楽しいキャラ見つけるの。まあそれは重要かもそうだねね。じゃあキャプテンファルコンとかになっちゃうわいいじゃん。キャプテンファルコンでいいじゃん。いいじゃん。でネいやあいつら前に出すそうよで。前スマいや無理だろあれだよ、トップエイドいるよ。ゲッチに勝てるよ。いやあれもだいぶ厳しいと思うけどね。であれなんかじゃあネスでもいけるだろうって思うけど、でもミーアは最強キャラって言ってたよ。キャプテンファルコン。嘘にあんな肉弾戦ファイター剣が欲しいのに俺はサブキャラで欲しいとしたらいや、まあ、ファルコンの足は実質剣みたいなとこある。そうだよ。それ盛りすぎい実質剣。やおもろくないよなマジで。サブキャラでなんか鍛えるぞみたいな感じで遊んでると、だから、使ってて面白いキャラ使ってて、気づいたら強くいやなってたなみたいな。負けてもおもろいみたいなキャラがあんまおらんわ。あキャプテンファルコンって言ってたやん。いやでもキャプテンファルコンももしかしたらタコ曲げしたら普通に面白くないかもしれん。ーどうしたらいいんだ無理だべってなどうしたるかも。らいいんだ、俺。でもアイクラとかにさ出したいキャラいるでしょ絶対。まあ要相談、そこは本当にすげえ後悔しそう。いやまだマジでやったことない。俺だってスマホの時一回アースさんにロイ出したぐらいだよ。スマホでロイかよ。スマホでロイ。あん時俺の最初で最後のサブキャラを出したのはジャック・ブレイザー確定撃墜のやつね。そうジャックからブレイザー最終弾だけかくった。これ気持ちの問題だわな。まだなんかおもろいと思えんサブキャラ。まあ俺は期待してるよ、そのサブキャラ。俺も期待してるよ。いや俺ケンとかがさサブキャラ持つと思わなかったもん今まで。ああ確かに。テピボフ、うんまあ確かにそうだ。ずっと単キャラだと思ってたからいやガクトもいずれ。いずれはいやらせていただきます。やっぱ持ってると便利だよ。そう便利マジで。まあ確かによりどころがあるって便利だよ。今でもたまに見返すもん。シュートンさんがシビルウォーでシルク出して勝って超喜んでるあのシーン。おビルボーじゃないよ。あれあれはなんだっけあ FE サーガ、FE サーガか。あれ誰で出したんだっけ。リュウガ。リュウガだ。そうカムイだよね。そう、リュウガのカムイにシルクでリバース3をしたんだよ。そうあれめっちゃ喜んでんのあれ見たもん。あれすごくない普通に。そうあれ多分大会で初めて使ったレベルだよ。よ、あれ。いマジで。やまあ、カムイオリマーがガチで無理だと思ったから。いるでしょ、ネス。ガチで無理なカード。まあちらほらありますけど、よりどころが必要ですよ。あのポップオフして俺もそれはもう後で期待しといてくれ。うん。あんま使う気を感じられなかったな。いやありますねありますじゃあ頑張る。ね、つまんないとか言って。ね、余計なこと聞きやがってって思ったんだろうな。ちょっと思った。ちょっと思ったなる。ほどね。まあ、俺にはない感じか。まあ、普段結構喋ってるからな。まあ確かに家ずっといるもんな。うんう。ん、住んでたからな。 1ヶ月以上いたから。俺のマットレスあるからな。あ、じゃあ、T にもじゃあ、あった1個。宿泊費はいつお支払いになるんでしょう。まずゼータディビジョンのメールの方に送っていただいて、ああ、なるほど。うちのマネージャーが対応しますんで。請求書を送んないと。請求書、そちらでお願いします。あなるほど。うん了解いたしました。お願いします。はい、やっぱマネージャー通してもらもらわないとやっぱそういうまあ、これ聞いていただけると思うんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいもう行くぞもうこんなくだんねことを言うならば次選手にですね競技者目線の質問を我々ちょっと深い競技者目線の深いコアな部分の話を、させていただきますよ。まあシュートン選手はまあさっきも俺が言ったんだけど、その壁として立ちはだかりがちな選手だと思うんですよね。うんうん。みんなの壁、そういう自覚あります？そうかな。でも忘れてるもんね。うん。まあでもそんなシュートン選手の壁を知りたい。壁？スマブラを続けてる上でこいつどうしたら勝てるんだみたいな。いや、それはもちろん、ツイークですよ。ツイーク、まあ、おーツイツイークーク出てくると思ったんだけど、うん。それみんな知ってるので、日本で？昔からうん。やってて、最初の壁みたいなの聞きたくて。俺、スマ4でね、一回も勝ったことない選手いるんだよね、実は。え日本に。2人いるんだよ、日本に。誰誰でしょ
え知らない。コメント欄、コメント欄。日本の選手これスマホの話ね。でスマホ SP もまだ一人言いたい人はいる。へえ。 ?P で一回も勝ってないってこと一回も勝ってないわけじゃないけど全然勝ってない人。ディオさんディオは SP だね、その SP の人に。ほうほうほう ?SP、うんスマホバージョンスマホバージョン2人いるんでマジで。俺ら知ってる一回も勝ってないそれ。誰いだや言うか答え。複数回大会で当たって1回も勝ったことないシリーズが、はいロンとイケピ。おーイケピさん。ロンさんとはね、スマバトで当たったり、ドバイで当たって全部負けてるのと、イケピもスマバトとかで当たって全部負けた。3、4回負けた。マジか。 1回も勝ったことない、その2人。へえ。そうね。イケピ結構意外でしょ？意外。まあ確かになんかベヨネッタ出てから負けてるなみたいなイメージあったけど、そう、全く勝てなかったよ、ガチで。うん。そんなシュートン選手の壁はロンさんとイケビさんだったんだ最初。なるほど。そう、マジでこの2人どうしようみたいな感じだったいやよ。で、SP になってから、ロンさんと当たったのはなんかちょっと見たけど、1回当たったけど、その時も負けたね。あれ、そうなんだ。負けた。あれすごい村町がなぜかあ上にそうそう、こう村町が、そうカレのやつだ。上に動いて、ヨッシーが即死コンボしてきたっていう最悪の。あれは結構いね、やまあね、あの時まだルールとか固まってなかったからね。まあしゃあない。しゃあないけど。えげつなかったね、あれ。まあだから、ロンさんには俺まだ大会で1回も勝ってないかもね、そう思うと。はいで、イケピさんとは SP で当たって、当たった当たった。当たった。まあ、スマパとかだけど、デイジー対リヒターで勝った。キャラ使ってたねキャラそう、昔ね。そんなイケビさん今格闘ミーにお熱ですけど、うん確かに最悪です。怖い、怖いね。完成する時が怖いねい。や、イケピに合ってるわ。まあ確かにそうよね。イメージ通りすぎる。そういうキャラクターこれ知れてよかった壁わ。方も、僕の質問もいいですか？大会に出る頻度とか決めてます？いや、特には。あ、そう。まあ、やっぱりさ、大会、まあ、正直日本国内もうめちゃくちゃ毎週のごとくあるじゃない。今多いね、マジで。まあ、正直絞らなかったらもうずっと出っ放しになるじゃん。っていうのをなんかこう自分で肌感とかで決めてたりする？全部出るわけじゃないね、確かに。結構、週末の大会はやっぱ出ちゃうかも。予定がなければって感じだけああ、ど。なるほど。関東は特にそうだね。例えばなんか結構大型大会があった次の週にもし大会があったりとかしてらさああ。結構疲れてたりもするわけじゃん。まあでも今週末西部劇でしょ？申請してるわ。まあ確かになんかこの前のかがり火の次の週のあれも出てたもんな。俺結構出る方かな。うんうんめっちゃ出る方だと思う。ホムヒカ使いてんだよな、めちゃめちゃ。あ、シノスマヒーローズか。ヒーローズか。ね、ーまあ単キャラだったら多分出てない。まだホムヒカを育てたいっていうそうそ思いがあっていっぱい出てるってことか。すげえ。う。大会において、ホムヒカ、なんかフリーと全然違うから、感覚が。もっと慣れさせなきゃなってずっと思ってる。まあ、まうんだだってもう今使い始めて1、2年。でも2年経ったらしいよ、 2年もう出てから。早いそよ、ね。れでもうまだまだ足りねえと。全然マジで。あうんじゃあホムヒカを育てるために出てんだ。まあ基本そ大会っていうのは。へえ。これは一重にあれですか？う。福岡時代の経験がある。その東京はそのね他の地方に比べていっぱい大会があるからいっぱい出てよっていう思いがあって。そう、昔それで愚痴ったことあるわ、俺。あ、そうなの。福岡にいると、どうあがいてもサブキャラ育てられねえじゃんとか言ってた気がする。関東いる人はサブキャラ育て放題で羨ましいぜみたいな言ってたわ。実際その環境で育ってるもんね。そういう視点はちょっと俺初めて見たわ。いや俺がサブキャラを育てる環境にいるにもかかわらず育てていないので確かにね。俺も数やまだ足りてねえなって思うわ、全然。たまに足りてる時あるけど、安定しないんだよね。十分じゃない。ある程度うまいかもしれんけど。今いいの聞けたわ。そうそういう気持ちで大会って出てんだみたいなの。いや、なんか福岡にいる頃はね、やっぱ関東の大会とか関西の大会、遠征だったからさ、絶対、うん何かを試すとかも、そうね、お金かかってる分できないし、ちょっと勇気いるよね。かといって平日大会出るような余裕持った日程も組めないしで、うん。なんかなーって感じだったの、ずっと。だから、ずっと憧れてた、平日大会でサブを育てるっていうの。なるほどね。楽しそうだもんね。ね、今。いや、面白いよ、本当に。夢だったと、シュートンの。そうだね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。他じゃあ、スマブラの、うん。プロ選手っていうジャンルが消えたらどうする？
どうしよっか。どうしよっかああ、どうしよっか俺たち。人生その場しのぎなんだけど、しのげる気がしないよね。うん。シュートンさそんな暗い話んそれしないでよについて考えたことはあんの？ない。考えたくないが正しいかもしれん。ただ、今を全力に的な。そう、俺はそっち派なんだよね。どの界隈でもさ、先のことって予想できないなと思って。そう、どうなるか分かんなすぎてさ。俺一応社会学やってたから、うんそういう勉強したのよ。うんなんかみんな将来に困ってんなと思って。でも何の仕事しててもそうなると思うんだよな。まあそうね、そうまあ、極論ね。コロナとかで、うん会社員もね結構首切られる人とかもいたし、そう何が起こるかマジわかんないか何が起こるから。分かんないし、そう。だから俺は今を謳歌しようという結まあじゃあ論になった。もし消えたらどうする？今、明日はい消えるって分かったらどうする？明日消え俺はもうモンストの動画出すわ。モンスターの動画モンストで生きてくの。はい、どうも、サンシスターのモンスト YouTuber シュートンですってガチャ引く。今日は限定ガチャ来ましたけども。あ100連引いてみた。この隣にいるね、T さんにガチャ引いてもらいたいと思います。そういう OK コラボでエイル君ガチャ引いてもらう。オッケー。分かった、ガチャ引きに行くわ。まあモーモンストをセカンドキャリアとして今育ててはいるんだね。じゃあなるほどね。わけではないけど、結構知識あると思うよ、俺。まあ、モンストのさ、なんか発表の時、アップデートかなんかの発表で視聴者数やばいもんね、あれ。クソ多いよ、マジで。すごそうい。なんか毎回かがり火やってる。人気なんだなと思って。すごい。なるほどね。このもう一個のスマブラにプロ選手部門がなかったら何してたと思うっていう質問はもうモンストなの。モンストいや、YouTuber とかにはなってなかったんじゃない？あああ、そう。 YouTube やってないんだ。やってないでしょ。じゃあまあそうかスマブラでマジでそういうご飯おまんま食べれない時になったら、まあ趣味でスマブラやりつつも何か別のことをしているみたいな。まあそうだね。ただ、社会に勤めてるイメージが全く湧かない。正そうなのよ直まあ俺らも想像しろと言われたらできんわな。無理だよね。ガクター就活してたじゃん。まあ就活してたけど、向き合ってたじゃん、社会に。お前らはなんか説明会行くぐらい？まあ説明会面接内定とかはあなたたちは就活もしてない？いや、俺、豪雪とか説明会は行ったことあるよ。ある程度なんか働く気はあったってことだから、まあ、違う職業やってたのかもね。もうちょっとでね、そうなって可能性がちょっとあった。いや、俺、もうマジね、ゼミの仲間たちがスーツ着てる横目で海外行きまくってたからな。いや、俺もそうだったよ、でもそれは。そうだよね大学はそうだったよ。うん。もうなんか海外行くのがね、就活師匠みたいな感じで。就活師匠でダブルダウン行ったからね。スラックで海外行きますとか言ってたもん、普通に。みんななんか俺はさ、もうその第一人者とかでもないじゃん。そのスマブラプロの。こうなるんだな、みたいな道がもうあったからさ、その道に走ってたな。前の人がね、作ってくれた道があったからまあそうねって感じでレールがあったから作ってくれた人はすげえわ。俺たちがいやほんと食えすげえ、てそれはそう、本当に尊敬する。俺たちがそうね、なんだろう、一応第2世代なのか、それはそう考えたら、まずそうねパイプを作った人たちが第1世代、例えばなんかアムサさんとかアバダンゴさんとかそこら辺のそう、すごい人たちがマジで作った道そうだよをね俺たち第2世代が歩いたっていうそう YouTuber 路線は完全にアバダンゴとかだもんね。ありがたいなって思うわ、そう毎日。ビクトリーロードがもう敷かれてたから。いやあざすあざす。あ、だそうだそう。まあ俺たちがね線路を作れって言われてもちょっと厳しいもんがあるかもしれないからね。あー YouTube やろうとなんて思わなかったんじゃないかな。ニコ生はやってたけどね、昔。スマブラもやってたし、ドンキー 2RTA やってた。ちょんはおのずとなったんじゃないの？かもね、もしかしたらスマブラプロ部門がなかったら、そういう道でストリーマーになったんかな、ワンなってんじゃないかもね。で配信機材揃えるのとかさ、まず重いじゃん。確かに、それはそう。いろいろコストとか。うんもうやってんだもん、シュート。中学生でやってたわ。すげえ。すごい。シュートもなんか配信やってそうだな、こうやってみると。かなあ、そうなんかな。確かにかもしれん。まあもしかしたら普通に社会人という道はもう花からないのかもしれんね。でも RTA で人気になれるのかな、そういう YouTuber で。よくわかんない、そういう界隈は。まあそれで人気になってる人も割といるからね、まあ RTA 割と今いるね初の。って。そうすげえな、RTA。やっぱ記録が更新されるところがみんなドキドキして面白いよ、あれ。あそうねあ、。なるほどね。そうそうそう俺、ブチ切れながらリセットしてたわ。その時
まあじゃあ次コメントとかからちょっと1個ぐらいあそう拝恒例の借する、あ、前もやってたね。まあ、これが恒例のやっぱみんな普段聞きづらいことあるだろうそうね、これがまあ最後ぐらいの質問にしとくか。ラスト結構話しちゃった。はいはい。また、いやマジで60分ぐらいにしてくださいって言われたんだけど、やっぱねこれ話し始めるとマジでもうまたさ延また時長間オーバー必至してる前回マッチさんの翻訳の時間あったから、うんなんか今回なんか短いみたいな感じになってるけど、今回だいぶ同じぐらいよこれ。あっという間になっちゃったもう時間。普通に盛り上がってるやん。じゃあ超くだんないけど好きな動物教えてくださいとか、まずジャブから行こう。しょうもなすぎでしょ。しょうもなすぎるけど行こ好きな動物いや、まあこの機会がないと多分シュートの好きな動物わかんないかも一生。ハリネズミ。う。そうなんで？それはヘッジホック的な要素が。普通に可愛くない？可愛いかなそういう。貴重な答えですよ。ソニックは好きじゃない別に。なるほどね。まあ、存じております。うんなんだろう。ははは海外含めて一番好きな大会は、なんかこの大会とかじゃなくて、例えばかがり火だったら、かがり火シリーズが好きでみたいな、なんかそういう感じ。なるほどねあいや、初海外大会かもしれん。フロストバイトの2019。2019だっけあれ。ー19スペシャルは2019。そうね、スペシャルがあ、スペ2019。シャルじゃない。スマホ。2のやつだよね。そうね。そう。のあれはね、マジ面白かったよ。シュートンがしれっと荒い倒してるやつ。そう。あ倒れして、る俺トップ8っていうか5位なのに誰も知らないやつ。そう。 2が準優勝したから誰も知らないっていう。シュートンもしれっとめちゃめちゃ結果出てるのに。俺初海外でね、5位あ、。初海外で5位すげえな。すごい。そうあれが初か。そうフロストバイトね、面白かったね。その後もちょこちょこね、行ったけど、あれマジで面白かったよ。すごい大会としていいよね、いろいろフロスト。バイトやっぱいいよね。クルーバトルもめっちゃ面白かったし、負けた後も2がめっちゃ活躍してたから単純に面白かったし、そうね。俺もフロストバイト好きだなもう一回やってくんねえかな。フロストバイト好きだ。だって俺フロストバイトのマフラーとかニット帽かぶってるからね。そうそう、普段かぶってる。やってる普段からかぶってるぐらい好きだから。そうね、あれもいいもんね、ビジュアルも。うんいい。まあ、またそう開かれて残念すぎる、ほしい本当に。あと、1日何時間ぐらいスマブラしてますか？配信時間イコールスマブラやってる時間ぐらい、オフで対戦してる時もあるけど、3から5ぐらいかな。おーそんなにめっちゃやってるわけじゃない。もうここら辺まで来ると結構座学の方が多いよな。頭で考えて出力動画見てるすみたいなとかは結構あるけどね。まあ動画見がち。うん。あと深夜配信までの時間何してるか教えてくれ。まあ結構シュートンさんはね、なんか1時とか2時とかにねパッと始めることが多いけど、あそうだねあの時間帯は何なんか知りたいんだけど俺。れまでなるほど何してるの？あなたはなんなんあれ。まず、起きるじゃん。はい。何時起き？何時起き？まあ、昼だとしようか。あ、昼起きて。あ、昼起きたら夕方ぐらいできるじゃん。夕方ぐらいできると思うでしょ？はい、やる気起きないんでね。何のやる気もなくて。え、どういうこと？でもさ、昼起きてさ1時ぐらいになったらちょっと眠いじゃん。もまあ、寝てもいいんじゃない？寝てもいいんだ。でも夜行性ってことじゃ。まあ、夜行性なのかな。いや、結構やる気の問題ではある。もうなんか太陽が照ってるともう力奪われていくみたいな。吸血鬼みたいな。そういうディオ。結構新型うつをなんか疑えてるコメントもありますけど。打つうつマジでそうなの？深夜ってさ、どこにも行けないじゃん。終電もないし、まあ、なんか店もやってないじゃん、周り。そうね。何もやることない時ね、配信モチベ出てくるんだよね。ああ、いろんな可能性があるから選べないみたいな。そう。なるほど。最終的に最後の選択肢が配信なんだ。そうやることリストの。いつもそんな感じだから、いつも深夜になっちゃう。なるほどね。よかったね、そういうなんかやることメソッドらしいない時に配信できて。そうだね。配信やってなかったらもうなんもないね。 20時とか21時らへんは、モンストが忙しい。へーへーで基本済ましてるのかモンストらしいです、この人。うん。モンスト主体らしい。マジ？はいみんなよりモンストってこと？いやいや、そういうわけじゃない。みんなはいつでも降臨してくれるから。モンストは2時間ぐらいしか降臨しないの。モンスト2時間しか降臨されない。みんないつでも降臨してくれる。モンスト配信しろって言われてるよ。やだよ、スマホの画面あんま映したくないでしょ。じゃあちょっと最後コアな質問しとくか。じゃあ意識配分、技選択、ガードを張る頻度などスマブラにおいての自分の長所。味濃いね、超うめえよこの質問。マジなるほどマジ俺ここだけならマジ誰よりもうまくねっていう。
俺そんなプレーあんまないと思うんだよな。見てて真似できないとかがないと思う俺のプレーって多分。結構スタンダードにやる結みたいな。構そんままじゃない？俺あるけど、おシュートンの。つかみうまくない？めちゃめちゃ。つかみ絶対引っかかっちゃうの、絶対意識してても。マジで？マジ。あ、マジか。そうなんだ。俺自分の動きなんか単純で真似しやすそうなイメージしかなかったから。そう。結構つかみとか真似できそうになくない？だってみんなやってきてないもん。まああんま後スキーさらさんな。隙をさらさん。俺の印象はそう。本当？あんまり穴がないから攻め時がわからんっていうのはある。結構自信あるのはジャスガぐらいかな。でもジャスガなの？ジャスガそんなイメージなかったな。本当？こうなんだろう、防御面に俺結構強みがあるなって思うわ、シュートンさんは。そうなんだ。俺ってそうなんだ。この技は当たんねえかみたいな逃げ方というか、そこがうまいと思う。ネスのリーチが短いんじゃない？いやキャラの話からそれネスが腕短いんじゃないの？しばらくボロボロにされたけどね、ガクトには結構。なんかでも俺の印象はそう話で分かった。こいつ自分のこと何も知らねえ。やべやべ。俺そうなの？そうなの？みんながそうならそうなんだろうな。これ大体俺そういう人間なんかな。じゃあ俺たちがほぐしていかないと自分で自分を気づけないっていう人間だってことは今回分かったよ。いや俺あと1個あって、やっぱお任せうまいじゃん。まあなんでうまいかっていうとね、俺やっぱ気づいたことがあって、どのキャラでも最大取ってくるなって思って。これはない。取れない。やっぱ最大とは言わないけど、高い、反撃高いなって。俺このミスでこんだけ持ってかれるんだ、このキャラでみたいな。パクってるだけだけどね、使い手の。それができるとすごくね。そう。このキャラでも。まあできないやつもいるもんね。そう。お前はのやつら。普通できないからさ。まあね、誰だか知らんけど、米さんか？まあお前ははい出てた人いたね、そういえば。そう。この話はやめとこう。OK。はい、というね、質問です。視聴者からね、抜粋しました。みんなに聞きたいことを。あざした質問。はい。ありがとうございます。だいぶ話しまった。おもろいな、これな。エンディングのお時間となってまいりました。今回ありがとうございます。今回自分でも知らなかった一面が分かったんじゃないの？確かに。あなたの。何も知らなかったよ、自分のこと。俺何も知らないや、シュートンってやつ。初めてシュートンってやつを知れてよかったよ。シュートンっていうやつ、こういうことらしいぞ。今まで興味なかったけど、ちょっと向き合おうかな。そうね。向き合ってください、自分と。次からもう配信でね、こういう人間なんだっていうのをね、ちょっと認識しちゃう。いや、いい企画ですね。なんか考えてそうでこの人何も考えてないんだなみたいな。もうやっぱ考えてなかった。やっぱみんなシュートのことあんま知らなかったね、やっぱ。まあそうね。みんな知らなかったし。深掘りできてよかった。そうよかった。今回シュートンさんという人間がも知らなかったし、どういう人かっていうのを。いや、いいですね。どうでした実際ここ来てみて。面白かったよ、本当に。ありがとうございます。俺が何も覚えてないとかもあったけど第1回としては良かったんかな。いや本当第1回の感触どうですか、ガクさん。いや第1回としては結構丸く収まるかなって思ったけど、意外とねそれました。意外とあなたがぶっ込んできたので、意外と無難に終わるかなと思ったらすごい爆走してました、レールを。無難すぎるとつまんないでしょ。でもやっぱガクトの部屋ちゅうことですから、ガクトがね無難なわけない。そうだよ。コメント欄でも言われてます。第1回にふさわしいゲストだったと。本当だってよかった。まあ俺はそれよかったね。それはそれでデータ様の番組を潰さないとか潰すことにならなくてよかった。というねことで、今回第1回目のガクトの部屋ゲストはシュートンさんでした。シュートンさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。よかったです。いや普通に楽しかったね。いやシュートンあんな人間だったのか。あんなって言い方がちょっと違うぞ。いやあんな大根無理だったのかよあいつ。いや意外と近くにねいて、あんまり知らない部分があったっていうのが新鮮でしたわ。
俺はそんな、なんかほとんど知ったけどね。そうごめんごめん、近くにいすぎたけど。まあ俺はマジ知らなかった。視聴者も知らなかったからね。まあ、おでん食いながらさ、帰ったことあるんだけど、マジ大根、大根なんかいらんっつって渡してたもんね、他の人に。なるほどね。お前いやおでん食って大根いらんはおかしいだろっつって突っ込まれた。いやまあ今回のね学徒の部屋ですけど、なんか実はなんか決まってんの？次のゲスト的な、なんか次はまあティータイムの番だよね。まあ、順番的にティータイムですよね、次は。なんかもう決まってんの？決まってんの？知らないよ。なんかティーのティータイム。時間は未定ですが、これなんか何これ？これ誰？これ海外勢ですよね？これ海外勢。これ、しれっと誰？こんなやついた？スマッシュブラザーズでこんなやついなくね？なんかね右の方雷みたいな感じですけど、電気関連のキャラクターかな。じゃあ。ナエトルではないな。まあ、これにちなんだ人が来てくれると、まあ日程とかはまだわかんないですけど、正直日程もわからなければ人もわからない。なんかペカティウっていうキャラらしいですね。ピカチュウ、なんかポケモンのキャラだっけ？あのそれにポケットモンスター似てる？みんなよく知ってるな。まあということで、じゃあまあということでそのピカチュウの海外勢ということになっちゃいますすね。次は、なるほどね。まあ、まだちょっと未定ですけど、まあ順次情報が分かり次第発信しておきます、ツイッターの方で。はい。はい、ということでね、皆さん、今回のゼータブロストーク、ガクトの部屋いかがだったでしょうか。ハッシュタグ、ゼータブロで、感想などを投稿してくれると、スタッフの人とかがすごく喜んで、スタッフの人とか多分あと俺もニヤニヤしながら見るんでそうウキウキしちゃうんで、よよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今回の、ゼータブロストーク、シュートンさんが来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい第1回ガクトの部屋お疲れ様でした。はい、次回もゼータブロストーク、T の場ですね。よろしくお願いいたします。それではティータイムよろしくお願いします。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。それではありがとうございまさようならさ。よなら。お前の声は聞こえてるわ、まだ。やべ楽屋裏。やばいやばいやばい。やばい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 。すいません、ドタバタしてます。すいません、お疲れです。まだかよ。俺ももうみんなの声聞こえてんだって。飯食い行こう、今度。この後。よし。いいよ。よしカニ鍋行こうついてくるよ。やった。まだ聞こえんのこれ。まだ聞こえてんの、あちょっとね。エンドカードみたいに流してっから。いやでもこのフォントおしゃれすぎん？ガクトの部屋。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ聞こえてんのこれ。まだ聞こえてんの、ちょっと待って。なんじゃ何の間なの今の。いや、なんで配信切るのよわかんない。いや、これお前らが喋りをやめて1分後ぐらいに配信を切ろうかなって思った。それ先に言ってよ。すいません。1分ショート。マリオカート。だからさ、今から1分。